フィギエモンです。今日は2020年北京オリンピックのフィギュアスケート羽生結弦応援ということでお話ししていきたいと思います。2020年のフィギュアスケートの国際大会が現在相次いで中止の発表がされてますよね。その中で北京オリンピックの詳細が発表されました。だから2020年の11月時点で北京オリンピックが開催されるかどうかっていうのはちょっと怪しいところではあるんですけれども、ただ正式発表されたので詳しくご紹介していきますね。ご覧の通りこんなスケジュールになっています。このスケジュールを見て思ったのは時間が結構バラバラですよね。競技によって全然違う。団体戦男子は午前中になっていて、アイスダンスはリズムダンスが夜でフリーが午前中。女子とペアは両方午後で、エキシビジョンはお昼の12時から。なんでこんなスケジュールになっちゃったのかなと思うんですけれども、ちょっと選手がかわいそうかなって本当に思いますね。特にね、かわいそうだなって思うのが、団体戦で男子フリーを務める選手です。こんな感じで、男子だけ抜き出してみたんですけれども、団体戦のフリー男子の翌々日に男子最大の挑戦ともいえるショートプログラムがありますよね。このショートプログラムっていうのはとにかく一番大事です。だってネイサン・チェンだって浅田真央さんだってこのショートプログラムを失敗したからフリーでいくら頑張っても表彰台に上がれなかったわけです。だからこのショートプログラムが男子選手のみならずどの競技でも一番最初の順位というのがとても大事なんですよね。で、その上ですね、フリーがショートの翌々日になってますよね。しかも朝っぱらからです。これは、もし団体戦のフリーを演じた男子選手でしたら、1日おきに午前中、自分の力を最大に発揮しなければならないところをやらなきゃいけないっていうのは、ちょっとね、厳しすぎるんじゃないかなと思います。だからこのスケジュールを見ると、団体戦フリーを務める選手は、各国の最後の枠の選手、3枠だったら3番手、2枠だったら2番手、その選手がやるのがいいって言わざるを得ないでしょうね。だってこのシングルでトップを狙える選手が、ここを務めてしまうことになったら、本当にね、考えただけで恐ろしいですね。公平じゃなくなっちゃいますからね。で、カレンダーにしてみました。こんな感じで、男子が出場可能性のある日のみマークをつけてます。黄色が団体戦、水色がシングル、紫がエキシビジョンです。もうね、このスケジュールって若い選手だったら、なんとかいけるのかもしれないですけれども、20代以降の選手はどう考えても厳しいですよね。だってフィギュアスケート人生をかけた戦いっていうのがオリンピックですよ。これをね、このスケジュールでやんなきゃいけないっていうのは、本当にね、ちょっと考えてほしいというか、できたら変更してほしいところですよね。ちなみに、私たち観戦側のスケジュールっていうのを考えると、団体戦のフリーとエキシビジョン以外は平日です。他の競技もありますけれどもね。男子で考えるとそうなります。で、会社勤めの方は休むの結構厳しそうなスケジュールですよね。ちなみにですね、私はピョンチャンオリンピックの時、会社休みました。ショートプログラムもフリースケーティングもですね。で、バンクーバーオリンピックの時は会社で社員食堂のテレビを一番最初につけてですね、こうダッシュで行って。で、後輩を引き連れてテレビ観戦してました。
もうね、やる気ないって言われようがなんだろうが、もう休まなかっただけで偉いでしょっていうぐらいな感じでね、見てたんですよね。この時ね、見てたのが浅田真央ちゃんの鐘ですね。もうね、会社の社員食堂で一番前のソファーの席をぶんどってガン見してました。私の思い出話は置いておいて、アメリカって結構強いですよね、団体戦も。だから、ネイサン・チェンがね、どこを務めるのか、もしくは団体戦を回避するのかっていうところも注目だと思います。そして、私たちの応援している羽生結弦選手は、現時点でね、出場するのかどうかわかりませんけれども、出場するのであれば、全力で応援したいっていうふうにみんな思いますよね。もちろん、男子シングル金メダル3連覇へ向けての応援ですよね。ピョンチャンオリンピックでは怪我をしていたので、団体戦は結果的に回避っていうことになりました。でも、北京オリンピックではそういうことにならないかもしれないですよね。羽生選手は日本のために団体戦を戦いたいって多分思ってくれるんじゃないかなと思います。ただ、団体戦出場枠が得られた場合、日本スケート連盟が男子3枠で下位2枠の選手に振り分けるっていう決定をね、ぜひしてもらいたいものです。もちろん、羽生選手が出場ってなった時は、1位通過でしょうから、男子シングルに向けて全力を尽くしてほしいですよね。ピョンチャンオリンピックで羽生選手が金メダルだったのは、もしかしたら団体戦に出場していなかったからなのかもしれないですよ。これわからないですけどね。それぐらい選手にとってピョンチャンオリンピック団体戦から男子シングルのスケジュールっていうのは厳しいものだったと思います。ピョンチャンオリンピックの時ね、私は本当にそう感じていました。それにしてもね、オリンピックでフィギュアスケートの団体戦を盛り上げたいって思っているのであれば、こんなスケジュールにすべきではないってはっきり言えますよね。フィギュアスケートは冬季オリンピックの花であることは間違いないですよね。だって北京オリンピックの事務局でしたっけから羽生選手ぜひ来てねってラブコールがありましたよね。ピョンチャンオリンピックのすぐ後に。それくらい花であるのに、このスケジュールは何でしょうか。花であるからこそ団体戦が追加されたということになると思いますので、ただ、ソチオリンピックから団体戦がうまくいってるような感じがしないですよね。理由はそれっていうふうには限らないですけども、ソチオリンピックの団体戦で金メダルに貢献したロシアのプルシェンコやリプニツカヤ、こちらの選手はお二人ともシングルで棄権したり表彰台逃したりしてました。だからね、北京オリンピックの次のオリンピックでは本当にうまくやってほしいものです。アジア以外でやったならうまくいくのかもしれないですね。タイムスケジュールはね、アメリカの放映とかにも関わってくるので、その辺がアジア以外だったら解消されるのかもしれません。ちなみに参考までにピョンチャンオリンピックのスケジュールはこんな感じでした。ピョンチャンオリンピックも結構ひどいって言われてたんですけれども、それでもこのスケジュールですよ。男子の団体のフリーを滑った日、2月12日ですよね。で、男子のショートが16日ですので、中4日じゃないや。中2日か空いてるんですよね。北京オリンピックのスケジュールよりはマシなものの、それでもね、選手への負担は団体戦に出場するシングル戦の出来を見ると影響があったんじゃないかなと言えるのではないでしょうか。そう考えると、北京オリンピックの団体戦フリーを務める男子選手は2日後にショートっていうスケジュールになってますので、公平な結果が出るとは思えないですよね。とはいえですね、このスケジュールもそのまま開催されるとは限りませんので、大会自体も中止になることもありえます。
だから、ここでね、ああだこうだ言ってもしょうがないので、結果オーライになることも十分考えられますので、ただね、一応発表されたということで、こんなスケジュールなんだっていうことを頭に置いていただけたらなと思います。またね、なんか変更情報とかあれば、動画アップしようと思いますので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。では、最後にプージャージ脱ぎをして終わりにしたいと思います。ひぎえもんでした。さよなら。Came all this way to